皇居外苑北の丸公園の田安門にやってきました。地下鉄九段下駅の一番出口を出たところにあるシェアサイクルのコートで自転車を借ります。今日はこの自転車に乗って皇居の周り約 7.4km を走りたいと思います。カメラは以前紹介したインスタ360のエースプロ2です。今日は千鳥ヶ淵の北の端にある九段坂公園から旅を始めたいと思います。左側の遊歩道は千鳥ヶ淵緑道、日本有数の桜の名所千鳥ヶ淵の桜が楽しめます。今日は3月26日、そろそろ桜が楽しめるかと思いましたが、まだ早かったみたいです。それは残念。満開の桜見たかったです。4日後の3月30日、満開直前まで咲きました。歩いて千鳥ヶ淵緑道をお花見散歩した動画もアップしていますので見てみてください。千鳥ヶ淵緑道はここまで。ここからは内堀通りを走ります。千鳥ヶ淵の交差点にやってきました。南側に広がるお堀は半蔵堀、左側は皇居です。遠く向こうには国会議事堂も見えます。では次に行きましょう。ここからはいわゆる皇居ランのルートです。内堀通りの向こう側に気品漂う優美な建物が見えてきました。あれですね。ちょっと止まって見てみることにしましょう。駐日英国大使館ですね。英国王室の紋章も見えます。明治38年1898年、英国公使アーネスト佐藤が大使館前に桜を植えたのがきっかけで、この一帯が東京の桜の名所になったと言われています。国道20号線、いわゆる甲州街道の起点にやってきました。甲州街道の起点ということは半蔵門ですね。そうです。ここは半蔵門です。ここ江戸城の半蔵門から新宿、八王子、そして甲府を経て下諏訪の中山道との合流地点へとつながっています。これが半蔵門です。江戸時代に徳川家の家来として活躍した服部半蔵家に由来すると言われており、有事の際にはここから甲州へ避難するための門とも言われています。甲州街道は江戸幕府によって整備された五街道の一つ。江戸時代に作られた街道が現代にも受け継がれ、今では主要な国道として多くの人や車が行き交っている。そう思うと何とも感慨深いですね。では続いて進みましょう。左側に広がるお堀は桜田堀です。ここから次の桜田門までは
皇居ランルートの中でも最高に気持ちがいい景色です。広くて開放感のある風景をじっくり楽しんでください。桜田門です。桜田門街の変があった桜田門ですね。すぐ近くに警視庁もあります。ではこの桜田門から中に進んでいきたいと思います。広い場所ですね。ここは皇居前広場です。この先砂利のエリアには自転車は入ることができません。人が歩いている場所には硬い通路があり歩きやすくなっています。では
ぐるっと回っていきましょう。ここはまた広い場所ですね。ここは東京都道404号皇居前東京停車場線、通称行幸通りです。皇居前の和田倉門交差点から東京駅前の東京駅中央口交差点までを結ぶ約500メートルの道です。広くてまっすぐな道ですね。天皇陛下が行幸、いわゆる外出するため皇居から東京駅までの移動に利用する道路だそうです。なるほど、だから広いんですね。道というよりも広場みたいです。皇室の儀式や外国の大使が信任を正式に知らせる信任状方程式では、複数の馬車が隊列を組んでこの道をゆっくりと進む由緒ある道だそうです。と言っている間に東京駅の丸の内側に到着しました。歴史を感じる東京駅の赤レンガ造り丸の内口駅舎は1914年に創建された国の重要文化財です。戦災で一部が消失したようですが、復元工事により創建時の姿に近づきました。では皇居ランルートに戻りましょう。
堀の向こうに見えるのは辰巳櫓ですね。江戸城の南東、辰巳の方角に建てられた二重櫓で、桜田二重櫓とも呼ばれています。見張りや防御、そして武器や物資の保管など多くの役割を担った江戸城の重要な建物ですね。なのでちょっと止まりましょう。この辺りは海外から来た人たちでにぎわっていますね。そうですね。東京駅に近かったり、皇居前広場に近かったり、そしてもう一つ、先ほど通過した大手門から皇居東御苑に入ることができるのも理由の一つかもしれません。皇居東御苑には入れるんですね。月曜日と金曜日、年末年始、行事がある時などを除く朝9時から夕方まで入れます。最終入園時間は時期によって異なりますので調べてから行きましょう。旧江戸城の本丸、二の丸、三の丸の一部を皇居附属庭園として整備されたもので、歴史、自然、文化が楽しめる場所です。観光地としてだけでなく、江戸城の中心部が唯一一般公開されている貴重な場所なのでおすすめです。平川門、江戸城の北側に位置しています。平川門は江戸城三の丸の正門であり、大奥に通じていたそうです。木製の橋です。江戸時代の姿がそのまま残っていて、欄干の義母には江戸の風格があります。ここからも皇居東御苑に入ることができます。北羽橋門、ここからも皇居東御苑に入ることができます。ここから入ると天守台の裏手に出ます。まさに江戸城の背後を守る門ですね。
皇居ランルートはこのまま歩道に沿って道なりに進みますが、今回は首都高速代官町入り口の横断歩道を渡り、北の丸公園に向かいます。今回のライドビュー最後のエリアはここ北の丸公園です。せっかくなので千鳥ヶ淵散歩道コースを走りたいと思います。車両進入禁止とありますが、舗装されている沿路であれば自転車の乗り入れは良いようです。細いくねくね道でなんだかワクワクします。危ない、道が途切れてるよ。よっしゃ、任せとき。あー、怖かったな。おお、うまくいった。あれは武道館ですね。屋根の上の玉ねぎが光ってますね。を抜けました。もう九段下です。今回のライドビュー約 7.4km の旅はいかがだったでしょうか。都心にありながら豊富な自然と広がる眺望、そして自然と都市と文化と歴史が融合したなかなか濃いルートだったと思います。ルート上にはいくつかの東京メトロの駅、そして東京駅がありました。シェアサイクルのコートは駅近くはもちろん、ルート近くにいくつも点在しています。どこから始めてもどこで終わっても便利なのがシェアサイクル。電車とシェアサイクルを組み合わせれば東京のいろいろな風景に出会うことができます。今
回は東京ライトビュー第1弾です。これからも都心のいろいろな風景を探して紹介したいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。